はいはい。じゃあ、皆さん、こんにちは。今日は奈良公園に来ました。今日は私と今撮影している田中さんと一緒に何か話しながら奈良公園の中を散歩したいと思います。それでは、行きましょう。あの木のところにいるのがすごい神聖な感じがします。木のところにいる？はい、あの辺。ほんまや。さあ、では。はい、田中さんと私は実は10歳以上年が離れてるじゃないですか。はい。はい、だから私は初めて会った時から田中さんは仕事の先輩だったので、もちろん敬語で話していますよね。ですね。はい。で、田中さんも私と田中さんは、先輩と仕事の後輩だったので、田中さんも基本は敬語で話してると思うんですけど、はい。田中さんは自分より若い人にタメ口で話しかけられたらどう思いますか？まあ初対面の時はちょっとイラッときますね。やっぱそうやっぱそうですよね。今僕敬語しゃべってますけど。いいですか？いいですよ。タメ語にしてもらっても。私は敬語でいきますけど。はい。田中さんが普段タメ口で話す人はどういう人ですか？タメ口ですか？タメ口で田中さんが話す人。まあ家族とか友人とか仲のいい人とか後輩とかですね。そうですよね。自分より年下の人か本当に近い人ですよね。だから田中さんはレストランや買い物に行くとき、お客さんとしてどんな喋り方を、どんな話し方をしますか？敬語を使いますね。そうですよね。これくださいとか、コーヒーお願いしますとか、トイレはどこですかとか。はい。じゃあ、田中さんが外国の人に日本語でありがとうって言われたらどんな気持ちになりますか？いや、嬉しいですよ。そうですか。まあ敬語を使ってもらった方がいいかもしれないですけどね。田中さんより絶対若い人に「ありがとう」って言われたらちょっと思いますけど、まあ嬉しいですよ。そうなんですよ。そこが難しいところで、私もよく学生に「先生おはよう」とか「先生またね」とか言われるんですけど、私若く見えますがあんまり若くないし先生なのでちょっと先生おはようって思う時が結構あります。それででも日本の人は皆さんが日本語を話してくれるのは嬉しいからありがとう、それだけで日本語いいですね、上手ですね、ありがとうございますと思うんですけど、思いますよね。はい。思うんですけど、でもこの人はありがとう、私だったら絶対ありがとうございますと言って店を出ます。でもこの人はありがとうと言いました。でもしょうがないです、それは外国人だからこの人はありがとうなんだ、しょうがないなと思いますよね。はい。はい。でも日本語を勉強している皆さんはこの人は日本語がちょっとカジュアルすぎるけど外国人だからしょうがないな、それでいいですかということを私は皆さんにいつも言いたくて、はい。で田中さんはどうですか？鹿が来ました。鹿が暴れています。はい。田中さんは外国の人がおい田中さんは外国の人がありがとうって言った時にこの人は外国人だからしょうがないなって正直ちょっと思いませんか？
まあ思うこともありますね。はい。だから、皆さんは日本語を勉強しているんだから、もう少し、こう、ケースバイケースで、丁寧に話すときとカジュアルに話すときを使い分けると、もっと日本語が上手になると思うんです。はい。日本人はみんなそれをしているので。はい。先生、質問です。はい、どうぞ。どういった時に使い分けたらいいんですか？私だったら、最初、初めましての時は絶対、敬語です。多分この人、私と同い年とか、私より若いかもしれないと思っても、敬語で話します。はい。あ、こんにちは。お仕事は何ですか？とか、あ、どこに住んでるんですか？とか、絶対敬語で話します。で、仲良くなったら、あ、私たち、あんまり年も変わらないから、タメ語で話さない？とか、はい。多分大体上の人からそれって言うと思うんですけど、そういうことに、そういう話をするんじゃないかなと思います。なるほど。はい。で、もし皆さんが、その、インフォーマルスピーチ、カジュアルな、話し方を練習したかったら、それは、そうやって言ったらいいと思います。日本人の人に。私は今、カジュアルな話し方を勉強しています。練習したいから、カジュアルな日本語で話してもいいですか？と質問してください。そしたら絶対日本人の人、ダメです。私は年上です。敬語で話してください。なんて言う人は絶対いません。いないと思うので、一回そうやって、聞いてみてください。それから、カジュアルに話すといいと思います。はい。はい。わかりました。まず初めての人は、はい。敬語を使うっていうことですね。はい。そうです。で、カジュアルで話したいときは、はい。勉強してます。カジュアルな勉強、話し方の勉強しています。はい。と言ったらいいんですね。はい。それが一番いいと思います。それから、私は、こう、人と仲良くなるために、敬語と時々仲良くなってきたなと思ったら、タメ口、カジュアルな話し方をミックスさせて話すこともあります。はい。そうなんですね。はい、そうなんです。だから、私は今田中さんと仲がいいので、基本田中さんには敬語で話しますが、時々田中さんにタメ口でツッコミを入れることもあります。はい、そうですね。囲まれてます。私のいいことかまっとって。写真撮るわ。はい、そうですね。最初はですますとかませんませんでしたを勉強して、それから少しなんだろう形が分かってきてからインフォーマルカジュアルな日本語です。はい。はい。じゃあ、でも、はい。あ、どうぞ。デスマスで習ったやつをとりあえず使っておけばいいんですかね。そうそう、そっちの方が簡単だし、セーフなので安全なので、私は絶対そうしてくださいって学生に言ってます。なるほど。はい。でもほらみんなアニメとかで日本語を聞いて勉強した人とかはなんか当たり前だろうとかなんかそういうなんかうめえとかなんかそういう日本語を使うんですよ。だからそんな話し方。いやまあ使いたくなるのもわかりますよね。そうだからまあ難しいんですけど、やっぱり友達には頑張ってカジュアルな話し方をしてみてください。でも学校の先生とかお店の人には絶対ですますで話した方がかっこいいと思います。なるほど。まあそうですね。はい。はい。じゃあ先生質問です。はい。あれいいっすねとかあるじゃないですか。あ、すねってやつですね。すねってやつ。はい。僕も使いますけど、あれどうですか？どうですか？そうっすね。
あれはでもかなりカジュアルですよね。はい。あと男の一言葉かなと思うんですけど、どうですか？女の子が美味しいっすねとか言ったら、まああんま言わらんかな。はい。なので、あれもでも仲良くなってからがいいかなって私は思うんですけど。まあ初めての人には使わない方がいいですね。あんまり、まあお店の人とかに、これなんすかとか、うまいっすかこれとか。なんか面白い人だなと思いますけどね。まあそうですね。はい。はい。面白い人だなと思うけど、はい、すごい日本語上手だなって思うかもしれません。確かに。はい。わかりました。はい。でもまああんまりおすすめはしません。はい、絶対テストでは出てきません。鳥居です。神々しい。あ、そうなんですか。はい、神の使いですか。そうかもしれません。お辞儀してくれてます。あ、近い。お辞儀してるけど何もないです。ごめんね。お辞儀って日本だけ？あ、お辞儀ってこれですね。はい。でもこうお腹のところに手を置いてこうやって、韓国のお辞儀はこれですよね。中国はこれだって学生が言ってました。ほんまに？すいません。これですって言ってました。カンフーじゃないの？いや、だってそうやって聞いたもん。ちょっとこの情報は怪しいです。はい、中国の人教えてください。はい。奈良の鹿もお辞儀をしてくれます。はい。そうまあでとにかく私が言いたいのは、今私すごく厳しいことを言ったかもしれませんが、まあ話すのは大事です。話すのが怖いから話さないと上手にならないので、大丈夫ですからたくさん話してください。一番いいのはこういうチャンネルを見ることですよね。宣伝ですか？一番いいのは日本人が話すのを聞くことですよね。アニメじゃなくて。だからこのチャンネルを見てください。なぜ中国？ちょっと気に入っちゃいましたこれ。ちなみにアニメでなんかおすすめありますか？はい、アニメのおすすめ？正しい日本語。それはもう絶対ジブリですよ。あ、そうなんよ。はい。ジブリの日本語はジブリは子供のアニメだし、日本語も綺麗だし、ストーリーも分かりやすくて面白いので、絶対ジブリをおすすめします。はい。でもまあそうですね。ジブリの日本語はちょっと古いアニメはちょっと古いかな。ジブリ風に話しましょうか。私の特技なんですけど。話せんの？はい、話せますよ。だって私決めたの。日本語の先生になるの。そんなマジでジブリに怒られますよ。そうですか。はい。はい。なので、まあアニメを見るのはいいんですけど、まあおすすめはジブリです。なるほど。みんなジブリ好きですよ。大体アニメ、日本のアニメが好きな人はみんなジブリを知ってます。はい。私が一番好きなジブリの作品はもののけ姫です。ちょっとこれもののけ姫っぽいですね。違いますか？うん？
これはい。そうですか。おこと主様います？いや、豚はいないけど、なんか、ヤックルみたいなのがいます。まあ、ヤックルはね。まあ、ちなみに田中は、はい。千と千尋ですね。ああ、普通ですね。普通とかある。ジブリ好きじゃない人の、うわ。いいかれですよ、それは。チョイスです。田中さんは千と千尋の神隠しの何が面白いと思うんですか？いや、まあ、風景とか描写とか、あーストーリーとか、はい、普通に。やっぱり日本独自のはい。感じがしません？ああ、ちょっとそのオリエンタルな感じですか？はい。オリエンタルじゃないけど。そのなんか、日本の考え方の感じ？ああ、そういうのもあるし、はい。まあ出てくる風景とかも。はい。なるほど。そうですか。私はね、もののけ姫の音楽が好きです。でもあれこそ日本ですよ。あれこそ日本っぽいですよ。ちょっと歌ってください。音楽、いやいや、違う。あれじゃなくて、アシタカ石器が好きです。アシタカ石器が。なんだっけ、歌えって言われたらちょっとわかんないですけど。700円です。はい、すいません。行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは1個350円です。1.2ドル、2ドル、2.5 ドルもない。安い。安すぎる。日本。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。こういう時に敬語を使いましょう。そうです。ということでした。そうです。美味しいです。これは自販機です。どんなお茶があるか見てみましょう。これは水。それからこれはコーヒーですね。これもコーヒー。上は全部コーヒーかな。これだけミルクティー。今は夏ですから全部冷たい全部冷たいお茶と水とジュースです。はい。暑いのありますか？暖かいはありません。冬になったらありますかね？冬になったら入ります。今は夏なので冷たいしかありません。なんで冷たいって伸ばすんですか？面白いですよね。私もずっと不思議に思っています。わかりません。なんでだと思いますか？こっちは冷たいやのに下は冷たいですね。なんか伸ばした方がより冷たく感じるとか、そんなんじゃないかな。日本語って面白いですね。古美術写真。もうちょっと食べました。先生、ちょっとまとめの前に質問あるんですけど、はい、どうぞ。奈良はお寺が多いですよね。はい。なんでお寺なんですか？おって何ですか？おって何ですか？おってあれですよね。
ちょっと敬語の話してましたけど、あ丁寧な表現ですよね。そうですね。おは、お寺とかお寿司とかお茶のおは、美化語と呼ばれていて、美化語。はい。むずい。言葉がむずい。綺麗にする言葉です。はい。はい。で、例えば皆さん、お名前はおだけど、ご家族はごですよね。ご家族。はい。ご住所とか、はいご家族とか。ご家族って言いませんね。そうそう、お確かに家族じゃなくてご家族ですよね。田中さん、お名前とご家族はどうしておとごうわむずい。だと思いますか？日本人の田中さん。ご家族は、お名前は、美化語。はい。だから、美化。ご家族は美化してないんですよね。じゃお名前もご家族も美化語な、名前の美化をしたらお名前で、はい家族の美化語はいをつけるとご家族あはいはいなんですけど、はいはい。もうむず。お名前、お寺、お茶、ご家族、ご住所、あと何ですか、ご友人とかはい。はい。まあなんかその、相手と関係があるのは5。ちゃうな、なんか。すいません、わかりません。これは、基本のルールは、名前とかお茶とか、訓読み日本語読みのものは「お」なんですよ。はい。で、中国語読みのもの、音読みのものはなるほど。 「ご」という基本ルールがあるんですけど、でも時々お元気とか、なんかちょっとイレギュラーなものはあるんですけど、はい。基本的にはそういうルールで、はい。カテゴライズされます。はい。いやー、むずいっすね、それ。そうなんですれ、日本語勉強してるのをはい。してる人は、区別がそうですよね。つかないですよね。そう、だから、カタカナの言葉、コーヒーとか、はいそういうのにおコーヒーと言わないですよね。たまに言いますね、関西人は。あとだから、お紅茶とか、お紅茶おコーヒーとか、ネタが。なんか最近ちょっとおトイレっていう言葉があるじゃないですか。はなんかおトイレは少し、そのおトイレの言葉がもう、なんかみんなが使うようになってきましたけど、まあそれでもやっぱり普通はトイレとかコーヒーとかドアとか、外国語の言葉、カタカナ語にはオもゴもつかないのがルールです。はいはいはい。はい。じゃあ、寺は、訓読みですね。そうですね日本語読みですね。はい。はい。音読みだったら字なので、はい。はい。寺院ですね。そうです。はい。なるほど。はい。お寺は、をつけますけど、神社はつけませんよね。お神社って言いませんね。神社っていうのおは、神社だから、はい中国読みだから。まあ、そうまあ、です。お宮さんとか言いますけど、宮は、音読み、訓読みでいいと思います。9でしょ。はい。ちょっとこの話はむずいかな。はいむずすぎましたかね。はい。あれは草をハムです。ハム。はい。ハムです。ちなみに、鹿に「お」をつけると、お鹿になりまして、これは美化じゃないですね。男の鹿ですか？はい。っていう意味になります。あ漢字で書いたらわかりますけど。はい。まあ、日本語はむずいっすね。ごめん、でも何にもないねん。日本語がわかる鹿だ。何にもないと言ったら言ってしまいました。よく日本語がわかりますね。去っていきました。まあいろいろと言いましたが、まずはですますで話すこと、それから失敗を怖がらないこと、それが一番いいですね。まあ皆さんは日本語を勉強しているので、いろいろ日本の文化のことも知っているかもしれませんが、まあとにかく尊敬の気持ち、リスペクトがあれば全部うまくいきます。はい。結構まとめがまとめが適当ですか？適当ですね。雑ですか？雑ですかね。はい。いやでもなんかタメ口で話しかけられたら、
ちょっとと思うとか、私は怖いことを言ってしまいましたが、はい、でも話すのはとっても大切なので、たくさん話して、たくさん失敗して、それでたくさん日本人の話し方を聞いて、日本語を上手になってください。ね、田中さん。はい。はい、大丈夫ですから。はい。そういうことで、皆さんこれからも日本語の勉強頑張ってください。奈良に来たらぜひ鹿せんべいを買って鹿に餌をあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後のまとめが意味ありがとうございました。意味がわからない。先生、なんで奈良公園で敬語の話だったんですか？いや、ちょっとトピックが思い浮かばなくて、はい、でも面白い話だったと思います。どうですか？はい。ちょっとその怒られますよ、それ。気に入っちゃいました。さあ皆さん。今日は5月ですけど、はい、6月になったら、いや、6月の半ばぐらいですかね、はい、東大寺にはホタルが現れます。いいですね。はい、ホタルはお尻が光る虫ですね。なんかその言い方でもそうでしょう。そうですけどこれ名前何でしたっけ？ガードレール。ガードレール。そうそう。木みたいになんか塗装してありますね。ですね。覚えてるね。皆さん、奈良に来てください。奈良は誰もいません。オーバーツーリズムじゃありません。京都じゃなくて奈良に行きましょう。そんなことはないです。